草刈り機壊れてて、その部品がちょっと届いたんで、今ちょっと修理してみようかなと思います。やったことないですけど、ちょっととりあえずここばらしてみます。ここのね、上のカバーの取り方がわからないですね。ちょっと力ずくでやってバキっていったら怖いんで、どういう風になってんのかわかんない。ばらけ、結構ひどい状態やな。中のこういうスポンジとかがもうボロボロになってるんで、キャブを全部掃除した方がいいかもな。ちょっとこのキャブをねばらしてやるっていうのを僕やったことなくて手に負えそうにないので、一回ちょっと詳しい人に相談します。とりあえず今プライマリーポンプだけ、この前パキって割れちゃったこのゴムの部分だけを交換しようかなと思います。買ったのがもう安いやつだったんですけど、これなんですよね。でこの機種にはこのプラスチックの部分いらないんで、これを今から破壊します。これは割れないな。取り出しました。傷ついてないんで多分大丈夫でしょう。これをここに入れると、よっしゃよっしゃ、使えそう。大丈夫。これをここに入れるんだけど、このシールをここにちゃんとこうつけてスポンジが取れちゃったんですよね。このスポンジがどういう役目をしているのかちょっとわからないんだけど、とりあえずこれで元に戻しましょう。よし。これ多分これやればガソリンは上がってくるはず。上がってこんか。上がってきた。ね、こうやって上がってくるんですよ。あとはキャブがちょっといけてんのかどうかちょっとわからないですけど、これで引っ張ってかかったらラッキーやけどな。はい、ちょっとダメ元でエンジンをかけてみます。まずオンにして、
めっちゃ調子いいやん。これだけか。やりました。適当にこれ変えるだけでいけましたね。嬉しい。ちょっとキャブが多分汚れてんじゃないかなと思うんで、そのうちなんかエンジン止まったりしそうですけど、まあとりあえず動くようになったんで。うわー、嬉しい。やったー。よし、今年の、草刈りは2台体制でいけると思います。やった。はい、天気が良くて暑いんですけど、ちょっと時間があるんで、この先日修理した草刈り機を使って、ちょっとだけ草刈りしようかなと思います。まずね、ちょっと刃を変えようかなと思います。よっしゃ。ちょっとなんかやりにくいんで、このハンドルをもうちょっと長めにした方が良さそう。こんぐらいかな。よいしょ。よし、行ってきます。よいしょ。はい、こっち側も切りました。動画ではね伝わりにくいんですけど、この竹やぶに入っていくところなんですけど、結構ね斜面なんですよ。で、前の草刈り機だとこの斜面をね刈るのがすごい難しかったんですけど、背負い式だったので、かなり刈りやすかったです。これはいいわ。まだこっちがね下の方も含めて草が相当生えてるんで、ちょっと今日時間がないんでまた今度やります。はい、ということで、この背負い式の草刈り機を、修理して初めて使ってみました。使ってて思ったのはやっぱり平地は肩掛けの方がいいかもしれないですね。刃が安定してるんで、何も障害物がなかったりとか平地だったりすると
こっちの方が楽かもしれないですね。ただやっぱり斜面とかですね、細かいことがちょっと不得意ですね。一方こっちの、背負い式のやつは狭い場所とか低い場所とか、この刃の角度をこう簡単に変えれるんで斜面も、借りやすいですし、腕の力は結構いるんですけど、まだそれちょっと僕は慣れてないだけかもしれないです。とにかく、うちはいろんな地形があるんで、場所によって2台をうまいことこう使い分けて今年の草刈りをやっていきたいなと思ってます。とにかく無事に使えたので、調子良さそうなんで、ちょっと僕あんまりよく分かってないんですけど、もしかしたらグリス入れたりとかですね、やった方がいいのかもしれません。とにかく、うまいことメンテナンスしながら、長く使っていきたいなと思います。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。いつも動画のご視聴ありがとうございます。高評価、コメントいただけると大変励みになります。私が運営しているオンラインショップパチャママですが、今年はですね、ちょっとずつでも僕の作っているレザーの製品を、掲載していきたいなと思っております。もちろん中南米の雑貨の方も、引き続き掲載していますので、気になる方がおられましたらぜひそちらの方もチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。チャオチャオ、バイ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 そうそう